ということで今回はですね、新しくまた ER3 買ったんですよ。ジモティーで。今回ジモティーで、ヤフオクでちょっと買ってみたいなと思って探したんですけど、ジモティーにもあって、ちょっとジモティー。ヤフオクには出されてなかったのこの車両はなかったんですけど、ちょっとジモティーで家具見せたらあったんで、ちょっと今回原車確認して、今原車確認終わって帰ってる途中なんですけども、ちょっと特殊な音がするんですよね。これは果たして何の音なのかちょっと詳しい方見ていただきたいというか教えていただきたいんですけども、ちょっといろいろ車屋さん、いつも見てもらってる車屋さんに何件か見てもらったというか、症状を聞いてみたら、ちょっと見てもいないと、実際の車を見てみないとわからないということなので、この YouTube に上げることによって原因は何なのかをちょっと特定したいなと思っております。はい。車両自体はこういう音がするんですよ。多分やばい音だよね。どうなんだろう。でもここ吸気の音だから、吸気の音ではあるから、ちょっとわかんないんですけど、相場よりも教えようかなと思うんですけど、乗ってる感じ全然、最初ね、原車確認時はね、問題なさそうで、歴は後ろ直しちゃってるんで、後ろは歴割で、パテでね、直してあるから、もう歴割は確定なんですけど、別に、そこは僕は気にしてないんで、走ればね、まっすぐ走れば、別に僕はいいかなと思ってるんですけど、後ろだったらね、後ろ多分コツンって感じだから、コツンなのかちょっとわかんないけど、僕持ってるんですよ。で持ってるからさ、この加速感とか踏んだ感じの加速感とかは今持ってるやつと変わらないから問題ないなと思ったんですけど、なんか急にねウィーンって音鳴り出したんですよね。急になんか壊れたのかなみたいな、呼吸器系の音がなんか変な感じ。でもね、吸ってる音だからターボだから吸うじゃないですか。呼吸っていうか空気をいいんですけど、どうせだったらターボがいいな。でもターボにすると150万ぐらいしちゃうな。シルビアとかいいなとか。でもシルビアの S15 のターボはもう250万ぐらいしちゃう。300万ぐらいするからみたいな感じで、いやでも俺34今2台持ってるやん。でなんか本当はシルビアとか探したんですよ。 S15 とか探したんですよ。 S15 とか持ってないやつ探したんですけど、気づいたら意外に安いなみたいな、買っちゃうかっつって今 ER3。 待ってこの場合どうなの。やばい、エンストしちゃった。で内容としては MT の世界ですね。 MT の世界のオートマになっております。やばいごめんなさい、俺が悪いよねこれ。エンストして行きたかったんだけどエンストしちゃったんだね。氷河クラッチ言ってるからさ、久しぶりだよね氷河クラッチ。一番初めて買った車が氷河クラッチで、中にはしない方がいいかなとは、ちょっと自分の遊び用というかサーキット用でちょっと乗ろうかなと思ってるんですけど、いやーちょっとね、このクイックリリースは憧れてたんでちょっと嬉しいですね。クイックリリースはこの辺ちょっと調べたらそんな高いメーカーじゃないみたいで2万ぐらいらしいですね。リーズナブルなメーカーらしいです。グッドガンって書いてあるね。じゃあ全然あれしか知らない、モモステしか知らないし、クイックリリースってレディーだっけ、それ呼吸器か。こういうのがあったりしますね、盗まれないように。でウーハーもついてるということでって感じなんですけど、救急車か。でも低走行の場合変な音なんないから一旦はいいのかなっていう。でも怖いよね、なんか大きい壊れがあったらあれなんで、ちょっと今日車屋さんにいろいろ電話かけたんだけど、今日はちょっと入庫難しいからね。車屋さん全部遠いからさ、今見てもらってるところが神奈川とか埼玉とかだからさ、ちょっとね結構煽んないといけないんだよね、一足目が。明らかに変な音するよね普通のタービンの音じゃないなっていう。34も何台か持ってるっすけど、FD とかね持ってるけど、その音とはなんかちょっと違うなみたいな。なんかちょっとうわ切られてる。うわかわいそう。スピードかな、かわいそう。今日は日曜日なんでね、パトカーがいますね。いやー警察に捕まえたくないよ。高速乗れんのかなこれ。ここでは行かない。何の音なんだろう。怖いな。高速乗っちゃうよ。乗んなくていいから怖いし、路肩行けるように感じなんですけど、いや原因なんなんでしょうね。でもねすごいね加速は速い。僕が持ってる34の中で一番速い
こういうなんかまあ昔の人がねやってたんでしょうね。で走行距離は22万キロですね。やばいよね。でも俺が持ってるやつさ20万キロなのよ。その白の3420万キロじゃん。これも22万キロじゃん。で青で F が7万キロぐらいか。まあ本当に7万キロかちょっと分かんないけどね、メーター変えちゃったら分かんないからさ、まあ一応でも改ざん歴はないという状態で買いましたとっていう感じではあるんだけど、いやーどうですか、人多いですね今日。まあ一応低速域は問題なさそうに走るでアイドリングは別に悪くないですけど、まあ僕はもう車ね原車を見ずに何回も買ったり、今回は原車見てね普通に買ったんですけど、こんな感じです。下道だったらめっちゃ遠いかな。ちょっと下道だったらクソ遠い。でもめっちゃ JDM って感じするよね。まあでもちょっと加速鈍くなったかな。変な音するよね。まあまあ車乗ってたら壊れるからさしょうがないかっていう感じで、ちょっと整備工場に早速ね納車してっていうか、まあ今日原車確認してこういう状態なんですけど、LS 入ってるのと、まあ、なんかそのインターシャフトとかなんかあるじゃないですかがちょっとなんか異常あるのか、それともそういうそもそもの仕様なのかいまいちわかんないんですけど、まあちょっと爆弾を買いましたね。はい。まあですがそれはそれでいいと思ってて、まあ直していくのもね味がありますよね。うわ事故車あるやんっていう感じで、まあ一旦走ればさ俺はいいからさ、まあターボとかだとやっぱこういう壊れるリスクあるんだね。 NA 買っとけばよかったかって思ったりもしたんですけど、まあそんな感じでドリシャをね買ったっていう動画でした。はい。これもねこれで車検通んだね。これ車検通りましたって言ってたけどほんまに状態は見た目外装を見ないと皆さん何も分かんないと思うんですけど、外装は GT 仕様の ER34 になってて、まあ外装あんま買いたくないかなっていう感じだよね。はい。なんでちょっと高速乗ろうか。さすがに高速乗らないと通そう。高速乗りますっていう感じなので、いやーでもまあなんでそんな車買うねんな俺もな。1台でいいよねっていう感じなんだけど、まあとりあえずかっこいいからさどんどん上がってくじゃん値段が。でもレスポンスめっちゃいいよね。レスポンスめっちゃいい。なんかこの音さえ絶対呼吸器系だよな。エンジンブローはしたり走行中にブローすることはないって言われたんですけど、まあどうなることやら。まあカーセンサーとかグネットよりも安くは買えてるのはいるんで、まあ2、30万ぐらいの修理費だったらまあセーフかなって思うんですけど、思ってるんですけどね。まあ走行中は普通に問題なさそう。普通にのロードノイズないし、でワイトレがめっちゃ入ってるからさ、ロードノイズ結構100キロ超えてきたらあるのかな。ワイトレ入ってるとね結構ねロードノイズしますよね。外したんですけど僕別の34はその代わり内側に入っててダサい言われるんですけど、まあダサさより快適性かなとか外しちゃいました。まあそこは人それぞれですよね。まあ正解はないんでカスタムに正解はないの。うわ狭くねこれいけるかな。うわ事故りそうだねこういうとこで。うわこれ強化くれっちゃうからむずいぞ。赤になんないといけないくないこれ。てかお腹空いた俺今日何も食ってない。なんかでもさ機械音みたいな感じしない？なんかあれなのかな、オーディオの音なんか連携してさなわけないか。さっきジェミニにいっぱい聞いたんですよ。何の音これみたいな。ジェミニとかチャット GPT 聞いたんだけど、だったり、まあチャット GPT はね全部調べていいわけじゃないんだけどね。チャット GPT を信じてるわけではないんだけど、まあ私より金かかるよん。で今さそれこそ34今レッカーでさ別の場所に今置いてるんですよ。またレッカーみたいな。でもロードサービスかかんないんですね。びっくりしちゃった。損保ジャパンかな、確か損保ジャパンに入ってるんですけど、なんかその等級下がらずにただエンジンかかんなくなっちゃって、事故ったわけじゃなくてエンジンかかんなくなっちゃってやばいみたいな。で高速道路で路中というか車貸してたら行っちゃったんですけど、でやばいみたいな、どうしようみたいな時電話かかってきていろいろ手続きあるじゃないですか。ご本人様ですかみたいな手続きがあって、でいろいろ話聞いてたらなんかレッカー代ただですみたいな言われて、なんか保険入られてるんでみたいな、ただですって言われて、そうなんと思って、事前に電話かけていただいたんでみたいな。
まあでもなんかですって言われて、で車買った場所の工場あるんで、そこでちょっと移動お願いします、できますかってお電話したら、全然無料でできますよって、無料で運びますねみたいな。そんなことしてくれんのと思って、初めて保険に感謝してよね。今まで保険だけ払ってさ、事故ったことないからさ、保険だけ払ってたの、これがタダだって思うとちょっとありがたいよね。こういうことかと思って、保険ありがとうっていう感じで、いやーっていう感じなんですけど、あとね、一つ気になったのが、皆さんこれクラクション鳴らないんですよ。これクラクション鳴らなくて、ここにクラクションらしいんですよね。まあ今ちょっと走行中なんで鳴らさないんですけど、ここボタン押すとクラクション鳴るんですけど、これって車検通るんですかね。車検の時ってクラクション確認するのかな。ちょっと自分で車検やったことないから分かんないんだけど、どうなんだろう。そこをちょっと教えてほしいな。自分で車検出しに行こうかな今度。鳴ったり鳴んなかったりって感じ。こういうステアリングでモステだっけ、なんかワークスベルのやつであると思うんですけど、まあそんな感じでね、まあ話を置いといて、そんな感じでかかんないっていうのがすごいよねっていうので、あと気になったのがさ、静岡ナンバーとかやってさ、上げるのなんでナンバープレート上げるの後ろ、あれはなんモーターの音、ちょっとわかんないね、怖いわ。一旦今ね、車ね1台手放したんですよ。ロードスター手放して、それ駐車場空いたんで、これまた買って、本当の GT も欲しいなと思って、今34のね GT 渡したいなみたいな人は1500万ぐらいまで頑張って出そうかなと思うんで、教えてほしいですね。転売するっていうよりかは普通に乗りたい、俺が。だから別にコレクションじゃなくて普通に乗りたいから、全然なんか走ればいいんだよねってなったらいっぱいあると思うんだよね。走ればいい、まあ水害車とか嫌だけど、走れば一旦はいいかなっていう感じで今探しております。まあでもオークションとかね見てもね疲れんだよね。渋滞きつ、強化クラッチで渋滞きつ、強化クラッチで渋滞きついよ。早く進んでよ、きっつ。これ東京じゃ嫌だね、強化クラッチくそ重いもんマジで。久しぶりに乗ったよこんな強化クラッチの車なんて。初めて乗ったさインプレッサーがさ強化クラッチだしさ、まあみんなね純正クラッチよりも強化クラッチの方が安いからね、安いし壊れにくいから、そっち強化クラッチ入れると思うんですけど、いやー、まあでも走行中こんだけさ静かでね、ドリシャの割に、もともとドリシャだったらしいんですけど、こうやって低走行はこんだけ静かで、曲がるときは LSD がちょっと効くかなっていう、ガキガキガキみたいな感じで効くんですけど、こういうちょっとねドリフトとか行きながら楽しんでいこうかなと思うので、もうちょっとねドリフトを教えてくださいっていう感じで、まあ、楽しいねドリフトはっていう感じで今練習中です。はい。でちょっと待って、止まらないでマジで。なんでロードサービス様々でしたっていう話だと、白の34の4枚のターボですねを購入させていただきました。これウーハーついててめっちゃいいよ。ちょっと音楽かけようか。それがちょっといい気がするっていう話でした。はい。ウーハーですね。ちょっと横ウーハーの車乗ったことないんでわかんないですけど、まあちょっと YC 仕様な車になっておりますということで、ちょっとウーハーもちょっと付加価値というか、僕の中でちょっとねおもろいかなと思って買ったことなかったから、そういう車買ったっていうところもあります。あとはまあ ER34 なんでそんな車買えんだいって思われるかもしれないですけど、僕にとって金と一緒だよと思ってて、金ってどうせ価値上がるじゃないですか。もちろん車も維持費かかるんで維持費とトントンなところはあるんですけど、まあ買って、まあ、楽しんだ分だけ、まあ買った値段ぐらいで売れればいいかなって個人的には思ってるんで、どうせ値段があるし、僕が買った GTR もさ1200万ちょっとで買って今1400、500ぐらいの相場になってるから、まあ少なくとも車屋さんに売っても100万は儲かるわけじゃないですか。やったーって感じだよね。まあこうやってやっぱりお金持ちの人ってさ、うわーめっちゃ混んでんじゃん、高速乗ったのに。お金持ちの人もさフェラーリとか買ってさ3000万とか買いました。で売った時3500万とか4000万で売りましたみたいなことが起きるから、やっぱり富を持った人はもう一回富を持ったら勝ちなんだなってすごい思いましたね。だって100万円稼ぐのめちゃくちゃ大変じゃないですか。車1年間俺持ってるだけで100万円得しちゃってるんですよ。ありえないありえない。100万稼ぐのどれだけ大変ね。大学生の頃なんてあんなに頑張って100万円年間で稼いでたのにさ、車持ってるだけで100万儲かっちゃってるっていう、やばいよね。だから本当に最初にね、まずお金を稼いで、それをお金になるものに、まあもちろんまだ売るつもりないんですけど全然産後でもいつかね子供ができたとかさ売らなきゃいけなくなる時が来るかもしれないじゃないですか。まあ、僕も会社やってるんで、もしかしたらね倒産の危機ですみたいな、車1回売って運転資金にしましょうとかかもしれないので、低速攻ではこんな感じで、これ何なんだろうね、エイペックスっていうアペックス
なんていうのかわかんないんだけど、なんかすごいスピード出るんだこれ。あ、スピードと連携してんだねこれ。ボルトと水圧計と。あ、これ伝送系終わってますね。これね、34のライトもつかないんだね。まあでも20年前だからしょうがないよねとは思うんだけど。で思ったのが、これマニュアルじゃないですか。あれなんですねこれ。マニュアルでこれニュートラル反応するんですね。ニュートラル入れた時で、リアもバックモニターバックギア入れた時も反応して、乗せ替えって反応するんだと思って、一応これ公認取ってあるやつを買ったんですよ。まあ、公認されてないと偽造変更大変じゃないですか。なんで初めてその偽造変更のやつを買ったから、ちょっとね、なんだろう、保険入れないとか言ったりしますけど、どうなんでしょうね。まあでも保険会社からしたら改造すんなよって話ですよね。純正で乗っとけって話だよね。まあこういったカスタムの文化が日本ぐらいしかないからね、車って。だからなんか、だって僕34のベイサイドブルーじゃない方の4枚ドアの方でも渋谷いると外国人にめっちゃ写真撮られますもん。あの人 GTR だと思ってるから、お GTR みたいな、ナイスみたいな、めっちゃ声かけられて。だからね、コスパいいよ。200万300万で買えるじゃないですか34ね。今相場上がっちゃってるんだけど、本当に GTR ルックさえしちゃえば GTR だと思われるんで、コスパいいっすよって思いますね。じゃあ明らかに変な音すんな。早急に直さないとですね。一旦走行はできるんですけど、自走できないともう本当に終わりだよねっていう。でエンジン回さないように低速で今運転してます。まあでもすごいムーディーではあるよね。これ足元光ったりムーディーではあるけどね。まあどんな改造されてるか分かんないとあれなんですけど、改造されてるやつを買いたいなと思って買いましたと。でめっちゃもうドリシャ仕様でバキバキなんですけど、まあそれもそれで味があっていいかなと思って、1台ぐらいさ、そういった車もなんか若いうちしか乗れないというか感じがあってっていう感じですね。じゃあそんな感じで、ちょっと経過を見ていきたいと思いますし、ちょっとコメント欄でこれ何の音かちょっと教えていただければすごい幸いです。ちょっと分かんない、怖い。修理費怖い。修理なんかこれ異常じゃなければ異常じゃないと教えてほしいですね。まあ、なんかの異常だとは思うんですよ個人的には。なので教えていただければなと思います。そんな感じで、ね、見ていただきありがとうございました。また他の動画もご覧いただければなと思います。それではバイバイ。